ブロンザー、コントーア、シェーディング、それらがねどう違うのか、基本的な使い方とか、一番自分に合った最適な影の色っていうのはシェーディングだから弱い、コントワリングだから強いといったものではありません。こんにちは、すみれです。今日は質問をいただきました。ブロンザーっていりますかということだったんですけども、この動画を見ればブロンザーがいるかいらないかね、どう判断したらいいか、そしてそもそもなんでブロンザーってあるのか、ブロンザー、コントーア、シェーディング、一体何がどう違うのか、色味や質感、それらが肌に及ぼす影響とかね、もう全てこの動画でお話ししたいと思いますので、きっとねこの動画を見ればブロンザーがいるかいらないかね、ご自身に合った選択ができると思います。ということで早速本題に入っていきますが、なぜブロンザーがあるのかということなんですが、ブロンザーっていうのはね欧米とかの方から入ってきました。で、欧米とか言うとこの文化が違いますよね。で、メイク製品とかで言うとどういった仕上がりにしたいか、どんなものを目指しているかによって結構製品がそれに合ったものが出てきたりしますよね。で、例えばアメリカとかだと昔から美しいその条件の中の一つに日焼けしているね、こんがりと焼けてる小麦肌っていうのが入ってるんですね。反対にアジア圏ね、日本はどうかっていうと色白の美白ですよね。もう美白と言ったら美しいですよね。それがまさにアメリカだと美白じゃなくて小麦肌が美しいんです。そこがね真逆で大きく違うところなんですね。だから小麦肌になりたい。でも中にはかなり色が白くて簡単に日焼けできない人もいますよね。でも焼けた方がかっこいいから焼けたいんです。だけど焼けない。そんな時にね、メイクで出てきたのがブロンザー。で、体にはタンスプレーとかね、この塗ることで日焼けにしたような肌に見える、そういった商品がいっぱいあります。ということでメイクにおけるブロンザーっていうのはまさに日焼け肌に見せるためにできたものなんですね。ではその商品がアジアとかね、美白文化の中ではどうかというと、すごく色白を目指しているような肌の方が日焼け肌ね、顔だけ日焼けしててもちょっとアンバランスですよね。いやいや待って、ブロンザーって日焼けだけじゃなくってもうちょっとメリハリを出したりすることができるんじゃないのっていう方もいらっしゃると思います。そこで今からブロンザー、コントーア、シェーディング、それらがねどう違うのか、基本的な使い方とか応用編とかね、そういったこともね全てお話ししていきたいと思います。でね、おさらいでブロンザーっていうのは日焼け肌に見せるためですよね。というと日焼け肌に見せるための商品って目指すは日焼けした時の肌の感じなので、そういった状態の肌に持っていくような色味とか質感だったりします。で、具体的に言うと日焼けした時ってほんのりとちょっと赤みが出たりとかしますよね。なのでブロンザーにはちょっと赤みとかオレンジみが入っているものがよくあります。そしてブロンザーの質感についてなんですけども、それも日焼けした時の肌の状態がねどんな感じかってことをイメージすると分かりやすいと思うんですけども、でまずそもそもねどこに日焼けするかっていうと、太陽に日が当たる肌のね高い位置に結構日焼けしていきますよね。で、光が綺麗にキラキラと当たるので、光が当たってる部分ってちょっとキラキラ輝いたりとかしますよね。なのでブロンザーってちょっとシマー感があったりキラキラ感があったりするものも中にはあったりします。で、一方ね、コントーア、シェーディング、これらは影を出すものなんですけど、はい、質問。コントーアとシェーディング何が違うんですかとねいう方もいらっしゃると思うので、ちょっとまず最初にそこを言っておきますが、コントーアもシェーディングも顔に影をつけることです。全く同じことを指します。じゃあなんで言い方が2つあるかっていうと、シェーディングっていうのが日本でよく言われるメイクをするときに影を出す言い方がシェーディングです。一方で英語ではメイクにおいてね、この影を入れたりとか輪郭をねしっかりと形取ることをコントワリングと言って、シェーディングとは言いません。英語でシェーディングって言った場合には主にデッサンとか絵画における描絵技法ね、影を出す技法のことを指します。だから分かりやすく画像検索で英語でねシェーディングって入れると、そういった全部ね絵の影の付け方っていうのが出てくると思います。逆に英語でコントワリングと入れて画像検索をすると、メイクのねそういった影の出し方っていうのが主に出てくると思います。なのでね、日本でよく聞くコントワリング、シェーディングどう違うのと思われる方はズバリ同じ影を入れることになります。いやちょっと待って、
でもシェーディングの方がナチュラルで、コントワリングっていうとこういった結構がっつりするタイプのものなんじゃないのっていった声も聞こえてきそうなんですが、ちょっとね誤解しやすいんですが、あくまでこれは分かりやすく書いているだけで、実際にここまでね濃くしてやるものではないです。っていうのもね、オーストラリアの私が大好きなライ・モリスさんっていうねメイクアップアーティストの方がいらっしゃるんですけども、その方もねコントワリングについてもねしっかりと分かりやすくいろいろ書いてるんですけども、そこにもあくまでこれは分かりやすくね載せてるだけだから、このまましっかりやらないように、もうこの自然な感じでこうどこに影を入れたか分からないぐらいのね、そういったのが基本的な入れ方っていうのも書いてます。ただメイクもいろんな仕上がりがあったりとか、いろんなやり方があります。なので例えばアンダーペインティングテクニックとか、そのしっかりとがっつりとねこの色を入れてから、それで全部上からねこのファンデーションとかやることで、下から自然な感じでこの見せてくれるっていうのもあるので、最初にがっつり入れるっていうやり方もあったりはするんですが、ただそれは一旦置いといて、あくまでねそれはまた技法が違うだけなので、この呼び方コントワリングっていうのはナチュラルに影を入れるのもがっつり入れるのも全て英語ではコントワリングと言います。ただ日本でカタカナで検索する場合はシェーディングってやると主にね日本の方のこのシェーディングね、すごくナチュラルなシェーディングのが出てくるので、そういった画像が多く出てくるし、カタカナでコントワリングって入れるとやっぱり海外のそういったコントワのねものが出てきたりするので、コントワリングっていうのは結構激しいのかなとか誤解しやすいんですけど、実際はシェーディングだから弱い、コントワリングだから強いといったものではありません。じゃあ本題に戻りますが、ブロンザー。これはね、ちなみにアワーグラスから出ているブロンザーなんですけども、こういったものは日焼け肌に見せるためのものなので、基本的にはこういった大きめのブラシで日が当たるような場所、太陽の光が当たるような顔の高い位置っていうのに塗ってあげることで、ちょっと日焼けした感っていうのを演出することができるんですね。で、コントーワーとかシェーディングっていうのは影を入れる行為です。で、影ってどんなところにできるかって言ったら、高い位置の下には自然と影ができますよね。要は頬の高い位置、その下の部分、こういったところには自然と影ができます。じゃあ影ってどんな色かっていうと、そこに赤みとかキラキラ感はありますか？基本的に少しねグレーっぽくて、このマットの色だと思います。で、人によってはいやグレーじゃない、もうちょっと赤みがある、その思われる方もいらっしゃると思うんですけど、基本的にはその人の肌質に合ったクールトーンの色になってくるんですね。一番自分に合った最適な影の色っていうのは、こうやって手のひらをねちょっと顔の近くに持ってくると自然な影の色できてますよね。もうこれが何を隠そう、正真正銘の本物の影の色なんです。顔のところに持ってくるとこれも自然な影の色なんですよね。こういった色味に少しでも近いようなものを使ってあげると、まるでそこに影があるかのように演出することができます。で、私がよくコントーワーで使っているのはケビン・オークインから出ているねこのパレットなんですけど、この3色がねコントワーシェードなんだけども、この3色あるのは明るい肌色の人、そして中くらいダーク、それぞれに合った自然な影の色っていうことでここにね入ってるんですけども、私はこのライトとミディアムぐらいを混ぜてこの部分に入れてあげます。こんな感じでね。そうしてあげることでちょっと影感が強まったのが分かりますか？で、これがねブロンザーとコントーワーの違いだったりします。私もブロンザーをコントーワーとして使えないんですかといったね声も聞こえてくるんですが、最近ではねそのブロンザー兼コントーワーみたいな色味っていうのが出てきたりするので、そういったものでね一色でもこのコントーワー代わりに使うことも可能だったりします。その場合っていうのは色味が肌に与える影響、そして質感が肌に与える影響、それぞれね理解しておくとすごく応用がしやすくなると思うので、今から説明していきますね。まず色がね肌に及ぼす影響として、明るい色っていうのは肌を前に見せてくれて、暗い色っていうのはねちょっと影っぽくなるっていうのは、これはね簡単にわかりますよね。じゃあ同じことがね実は質感でも言えるんです。で、キラキラしたりとか、あとシマー感があったりとか、そういったものは肌をね前に見せてくれる効果があります。逆にマット、もうキラキラ感とか一切ないマットの色味っていうのは肌をね内側に見せてくれたりもします。なのでそれをね頭に入れた上で、結構ねこのシェーディングとかすると老けて見えるとか、顔色が悪く見えるとか、ちょっとたるみがさらに強調されちゃう気がするとかね、そういった場合、ブロンザーとかの少し赤みがあったりとかキラキラ感があったりとか、そういったものを使えば色味としてはちょっとねブラウン系なので引き締まることはできるんだけども、質感がね少しあったりす
するので、そういったもので肌が中に入りすぎないで少しふっくらと見せつつも引き締まり感っていうのがあったりするので、ブロンザーでシェーディングをしてあげたりとかするのもありだと思います。なのでご自身がシェーディングをすることでどんな風な顔に持ってきたいのか、どんな風なイメージに仕上げたいのか、どんなところをどうカバーしたいのかによっても、選ぶ商品がね変わってくるので応用して使えるかなと思います。で、ちなみに私色白なんだけどブロンザーも使いたいんですよねって言った方のために、どうやって色白の方がブロンザーを使ったらいいか、今からお話ししていきたいと思います。これはね、ライモリスさんもそれについて触れてます。色白の人がブロンザーをね使いたい時っていうのは、顔だけ日焼けしててもおかしいから、まず体にタンスプレーね、日焼けして見えるようなそれを全部塗りなさいと。体をまず日焼けさせてから、その色と合うようなブロンザーの色で顔にもかけてあげることで統一感が出ますよと。ただそれ日本じゃできないですよね。日本でなかなかね、このタンスプレーとかってドラッグストアで簡単に手に入るようなものではないので、アメリカとかだったらもういくらでもあります。逆に塗ると肌が明るくなるような白いクリームとか、そういう方が見つけるのが本当に難しいので、本当ね、改めて文化の違いがあるなって思うんですけど、じゃあ現実的に色白の人がブロンザーを使いたい時ね、そんな時はライモリスさんがね、もう一つのおすすめの方法として、ちょっとピーチ系のねチークとかを塗ってあげて、その上にほんのりとブロンザーをかけてあげるんだったら違和感なく使ってあげることもできますよってもあるので、そういったものもね試してみるといいと思います。で、海外のブロンザーって、これはそんなことないんだけど、結構ねサイズが大きかったりするんですよ。それなんでだと思いますか？ここまでね動画を見てくださった方は大体想像できるかなと思うんですが、顔だけじゃなくて肩とかもこういうとこね日焼けしますよね。首のねちょっと高いところとか、そういったところにも全体的に塗ってあげることができるんです。だから結構海外のブロンザーって大きいサイズもあったりするんですが、こっちの方がね日焼けしてたりとかツヤ感とかあったりしますよね。なので特に夏とかだとブロンザーね、全体的に綺麗に使ってあげるのがおすすめだったりします。で、あとね、ブロンザーも別に顔だけじゃなくて、もうアイシャドウの中間色みたいな形で使ってあげてもとっても綺麗だったりするので、チークでね、あんまりピンクとかが苦手なんだよねっていう方は、こういったブロンザーみたいなブラウン系が入ってるような、ちょっとオレンジ系とかね、赤みがあるようなものを使ってあげることで、チーク兼ブロンザー兼、ちょっとコントゥア効果みたいなこともできたりするので、一番のおすすめは、もうとにかく塗ってみて、自分が違和感なくしっくりとね、来たやり方を採用するっていうのがご自身にとってね、一番いいやり方だと思うので、いろいろと試されてみてください。で、もっとコントゥアとこのブロンザーの塗る位置の詳細とか、全く平面のね、顔から例を出してそこで塗っていって説明している動画も出しているので、よかったらね、その動画もこの後で見てください。ということで、ブロンザーいりますかの質問にはね、色白を目指してるんだったら特に必要ないですよ。ただこうやってね、ブロンザーを入れてあげることで健康的に見えたりとかね、ある程度のメリハリ感って出てきたりするので、皆さんがどんな仕上がりを求めてるかでブロンザーを使ったり使わなかったりね、いろんなやり方をね試されてみて、お気に入りの使い方、またはねいらなかったら省いたりしても全然 OK なので、いろいろとメイクを楽しまれてみてください。画面上にね紙に描いた顔で、それでねちょっとブロンザーとコントゥアを色鉛筆で簡単に位置の説明とかおさらいでねもう一回お見せしようかなと思います。で、ブロンザーの色味はねこのぐらいの色を使って、コントゥアの色っていうのはこのぐらいのね色を使おうかなって思います。で、基本的にブロンザーっていうのは光が当たるところですよね。そういったところにふんわりと乗っけてあげる。やっぱりビーム状に当たってここだけねスポットで日焼けするとかないので、強く当たるところから全体にじわーっと広がっていくので、そういった意味でこれだったらね、こういったちょっと頬の高めのこの辺りとかですよね。こっちもこの辺りちょっと高めのところに当たりますよね。あとおでこのこういったちょっと部分とかこの辺とかに当たっていくので、鼻のねこういったちょっと高いところも当たるかもしれないし、このねこの辺りとかも当たるかもしれないので、そういったところにふんわりとしたブラシでブロンザーっていうのを塗っていきます。